でも結構もうツヤツヤやもんね。今からうどん屋さんを目指そうとしよる人とか、すごい教科書みたいなやつ。そうねえ。で軟水機はもちろん生地作りにもそうなんですけども、菓子作りにめちゃめちゃそう。計量して団子。寝かせた生地を分割して一つずつ丸めて。一玉の重さで提供量が決まって、揃えることで仕上がりが安定すると。そうです。だからこれはもう確実に測って 1.8 キロ、うちの場合だと。あ、1.8 キロ。1.8キロ。まあ13玉。その硬さみたいなのもやっぱよく耳たぶみたいとかなんかいろいろあるけど、なんかあったらその目安みたいな。あ、それはもう練った時にもう決まるんで。練って熟成させてからその硬さはあんまり変わらんのやね。変わらないですね。もうその加水といわゆるその塩加減、塩分濃度でもう決まりますから、あと熟成具合で。それで1個割り早いね。生地はやっぱ早くせんと乾くんで。全く一緒です最後もなんかおへそみたいになっててメロンパンみたいな。まさしくパンと一緒です。この時点でも結構もうツヤツヤやもんね。そうです。丸めてるんで
ですけどこれ生地と鍛えてるっていうでこういうふうに反発するってことはもうちゃんと生地が仕上がってきてるちゃんと熟成もしてるし足踏みすることによってちゃんとグルテンが形成されてるんでこういうふうに別にどうでもいいけど1個30秒ぐらいだね。そうなんですかね団子これで最後になるんで、一旦は。よいしょ。よいしょ。これちょっと触ってもいい？面白いよ。気持ちいいね。しっとりしてるね、すごく。だから耳たぶってよくわかるでしょ。そうそう。これ何時間ぐらい熟成させてるんですか？一晩？これ一晩。催事とか行ったらこういうの営業終わってから仕込む？いやいや、これはもう計量した段階で、はい、もう送らしてるんで、冷蔵で。で冷蔵で送ると、熟成はもうかなり緩やかになるんですよ。あったかい方が熟成が進むよね。あれだ、ここ取ってもらってもいいかもしれないですね。何？熟成庫。熟成庫。あ、これが。そうなんです。これはちゃんと入れてるお店って少ないんじゃないかな。あ、そうだよね。これ設定今17度になってるけど、大体まあこれぐらいの温度で。そうです。これぐらい。15度だと低いんですよ。で、例えば丸亀製麺さんとかだと20多分何度にしてると思うんですよね。早めに仕上げるために。まあ17度。ある程度やっぱりゆっくり熟成させた方が生地にとってもいいことやね。そうでこれを常温で置いちゃうとブレるんですよ。あ、そうなんだ。結局昨日お話した粉の温度みたいな話と一緒で、結局練った時はあれだけど練った後の温度管理も非常に重要なんですよね。でやっぱり熟成庫があればその17度で要は2時間3時間5時間と、置いていくんで
非常に安定する年間を通してこれしかし今言うこととかって今からうどん屋さんを目指そうとしよる人とか、すごい教科書みたいなんやない。そうねえだからこれ以上、なかなかないと思いますよ。じゃあ熟成庫っているんですかみたいな話になって、結局だからそれを最初から入れるっていう品質のために入れるっていう風になると、その場所を確保した上でのいわゆる設計段階で設計が必要になってくるんで、これを入れるスペースをちゃんと確保しとかんと。そうね。でもっとこの軟水機ですよ。軟水機じゃあ個人店で入れてるかって絶対入れてないと思うんですよ。じゃあ今から開業しようと思ってる人がおったら、この熟成庫とこの軟水機は絶対外せんね。僕は外さないですね。やっぱりいいものを作ろうと思ったら安定して。で軟水機はもちろん生地作りにもそうなんですけども、だし作りにめちゃめちゃその影響を及ぼす。お出汁はもう軟水の方がいい出汁が確実に取れますからね。これ100万超えますからね、軟水機がね。で100万超える軟水機を個人店で入れる勇気があるかっていうね、みんな躊躇しちゃうし入れないんですよ。じゃあ熟成庫ね、じゃあ30万出して熟成庫買うかっつったら大体その森屋さんって独立される方も結構おるやね。いっぱいいますよ。やっぱそういう人らはこれを2つは絶対外さんのやろか。いや後から入れる人が多い。そうなん。後から無理やり入れる人が多い。やっぱりやってみてね、後で気づくんやろうね。もうあるし、やっぱりお金がないからじゃあ器と熟成庫どっち買うっつったらそれ器買うじゃないですか。これ開けてもいい？もちろん開けて取ってもらった方がいいと思いますよ。生地がちゃんと。最近はね熟成庫はねやっぱり丸亀製麺の影響で入れてるとこ多いんですよ。これ大事だよなっていうなんか認識が認知度が高まってきてるんで。これはでも普通の冷蔵庫をこう17度に設定してるだけなんやろか。いや違うんです。違うんだね。これは熟成庫用なんですよ。そうなんだ。そうでこれは星崎さんの特注品なんですよ。こっちは何なん？こっちはもう普通の縦型冷蔵庫、食材入れるやつ。そうか。なんでこれって科学じゃないですか。だからこれからその美味しいものを作ろうっていう人は、だから AI もそうだと思うんですよね。だから科学の力とその経験とそこら辺の細かいなんでしょう感性っていうか、経験とかその感性的な部分と科学のミックスしなきゃいけないんですよ。でその知識も深めていってやっぱりだから科学的なアプローチと感性のアプローチを感覚的なアプローチを両方しなきゃいけない。だからそのどっちかに寄っちゃってるんですよみんな。もう経験感だけを頼りにやる人と、もう科学的なアプローチのみでやる人。両方をミックスするのが僕はやっぱ一番ベストだと思うんですね。なんでそうするんですかって経験感だけでやってる人っていうのは言葉で説明できないんですよ。いやもうそう教わったからみたいな。でもちゃんと根拠を理解した上で、科学的にこれは必要だからやってんだよっていうのを分かってそれをアプローチをいっぱいできて。今のうどん職人ら恵まれてるかもしれんね。そういう AI とかそういうツールがあるから。ただ AI とかで調べられるものと調べられないものがあるんですよ。そうやね。だから調べられないものっていうのは現場でやっぱり見なきゃいけない。じゃあうどん職人の包丁切る例えば伸ばす時のじゃあ体重のかけ方ってどうしてるのって重心ってどうなってる、これはもう AI で分からない。そうね。息遣いってどうですかリズムってどうですか、これは分からない。
これは結局乗ってないんで、情報として上がってないことなんで、じゃあ車庫店のね枠に入れて手押しでパーってやってシャッシャッシャッってやるあれじゃああれどうやるんですかって言われてもでちょっと言葉じゃない部分じゃないですか。そうだね、その手の水の濡れ具合とかね、そうなんですそうなんです。粘り具合とかね、毎日違うもんね。だから両方のねやっぱりアプローチこれちょっとまあどういう感じでもこの団子をねこの団子と1234624個。お疲れ様でした。お疲れ様でした笑顔が素敵やけん。ありがとうございます駅前で香川盛り上げてえなみたいなねそんなことを自分が思うなんて思ってもみなかったですけどね。確かに、高原やね。そう結局香川なかったら今の自分ないし、まあね、そうだよね。